皆さんこんにちは。葵のジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルは日本語学習している方へ日本語で日本の文化やありのままの日常の様子をお届けする場所です。さて、今回は日本の飲み物について話していこうと思います。少し海外の方が想像している日本の飲み物と日本で飲まれているものが違うなと思ったので話していこうと思います。まずは緑茶ですね。なんで今回このお題にしたかというと、実は私今ポーランドに旅行で来ていて、急に緑茶が飲みたくなったんですね。緑茶はいわゆるグリーンティーですね。で、日本のものが売っているお店に行ったら、緑茶がまさかの日本の3倍も高かったんですよ。ケチな私は買うことができなかったですね。結構街中で抹茶ラテが売っているお店も見たんですけど、抹茶ラテじゃなくて緑茶が飲みたかったんですよ。抹茶ラテって言うと、私からすると苦味が足りないんです。まあ牛乳が入ってるからまろやかになって当然なんですけど、私には物足りないです。緑茶は渋いのがいいんですよね。皆さん、抹茶と緑茶の違いとかってわかりますか？抹茶はよくお菓子とかアイスクリームとか抹茶ラテとかに使われているので、甘いイメージがある方とかいますかね？実は抹茶はそのまま飲むとすごく苦いです。抹茶は粉とお湯を入れて、竹でできている泡立て器みたいなやつで混ぜて飲みますね。海外の方からよく人気のティーセレモニーで飲むのは抹茶ですね。ティーセレモニーは日本語では茶道って言います。結構ね、日本ではなんとかなんとか道ってつくものがあります。茶道はティーセレモニー、書道はカリグラフィーですね。で、武道はマーシャルアーツ、華道はフラワーアレンジメントですね。でね、ティーセレモニー、日本人は全然やらないです、あれ。昔は茶室とかでやっていたのかもしれないんですけど、現代の日本人はやる人はかなりレアだと思います。っていうか、そんなお茶する時間現代人にはないですよね。私も京都に行った時に初めてティーセレモニーやったんですけど、抹茶を飲むまですごいたくさんのステップがあってびっくりでした。で、一方で緑茶はよくある使い捨てのティーバッグに入ってるやつとか、あとは急須を使う場合もありますね。急須っていうのはティーポットのことですね。使い捨てのティーバッグより急須を使って飲む方が渋みがよく出るので、私は急須を使う方が好きです。これね、結構味が違うので、緑茶が好きな方は急須で飲むのが断然おすすめです。あとは意外とペットボトルで売られている緑茶も結構美味しいです。一番有名なのが多いお茶なんですけど、この名前結構斬新で面白いですよね。多いって英語だと Hey で、お茶が T なんで Hey T って名前ですよね。でね、多いお茶は黄緑のラベルなんですけど、
ラベルがもっと濃い深緑になってる濃い茶っていうのがあるんですけど、それがね、かなり美味しいです。急須でお茶を作るのがめんどくさい時とか、外に持ち歩きたい時とかは濃い茶を買うことが多いです。でね、アメリカではアリゾナティーっていうのがあるんですけど、皆さん知ってますか？そのアリゾナティーは何種類もお茶の種類があって、その中にグリーンティーもあったんですね。私はそのアリゾナティーのグリーンティーを飲んだ時、もうね、衝撃でした。すっごい甘くて、一口飲んでギブでした。あ、ギブっていうのは、ギブアップのことで、日本人はよくギブって省略して使います。私は一口でギブでした。全部飲むことはできなかったですね。私の求めるグリーンティーは、多いお茶とか濃い茶みたいに苦いやつなんですよ。なんでね、アリゾナティーをね、それから一回も買ったことはないです。で、次は、日本の飲み物といえば酒ですね。日本だと酒っていうと、どちらかというとアルコール全般のことを指します。もし日本人に私はお酒が好きですって言ったら、何のお酒が好きなのって聞き返されるかもしれません。日本人は酒のことを日本酒って言います。日本酒にもいろいろ種類がありますね。美味しくてよく手に入るブランドといえば、ダッサイです。これは山口県のブランドですね。本当にまろやかで、アルコールのきつさっていうのがないんですよ。まろやかすぎて、アルコール飲んでる自覚がなくて、気づいた時には酔っ払ってるみたいな。そのくらい美味しいんです。あとは、新潟県の雪中梅っていう日本酒が本当に美味しいです。私が一番好きな日本酒です。この日本酒もね、すごくまろやかで、しつこさがないです。でもね、残念なことに正直お店ではあんまり見かけないですね。でね、日本酒はアルコール度数がかなり高いです。だいたい15%前後のものが多い気がします。ビールが5%前後なんで、比べたら日本酒って結構高いですよね。しかも日本酒ってウイスキーとかみたいに水やスパークリングウォーターで割ったりすることもあんまりないですね。まあウイスキーもそのまま飲む人いますけど、その場合は氷を入れて少し薄めることとかありますよね。日本酒は基本的には何も入れずそのまま飲みます。だいたい冷蔵庫とかで冷やして、冷えた日本酒をおちょこに入れてそのまま飲みますね。おちょこって皆さん見たことありますか？すっごい小さい取っ手のついてないコップですね。おちょこは日本酒用に作られたものだから、ちびちび飲むように作られてるんですよね。ショットグラスみたいなんですけど、それよりもかなり小さいです。よくとっくりとセットで売られてます。とっくりっていうのが日本酒が入ってる容器で、おちょこがコップですね。で、日本酒は人によって水とかお湯で割ったりする人もたまにいます。ウイスキーとかってお湯で割る人とかいるんですかね？あんまり見たことない気がします。
日本酒をお湯で割る場合は、ごく稀ですけど、冬とかですかね、もし割るとしたら。でね、次の日本の飲み物といえばラムネですかね。皆さんラムネ飲んだことありますか？ラムネは炭酸で甘いソーダです。開け方にね、少し特徴があるんですけど、グラスの瓶の中にビー玉が入ってるんですよ。それを下に押し出すと飲むことができるんですよね。ビー玉を下に押すまでは飲めないんですよ、これ。でね、ラムネといえば夏のお祭りで売ってますね。子供の頃は夏のお祭りに行ってお母さんにラムネ買ってもらってましたね。よく小さいビニールのプールに氷と水が張ってあって、その中にラムネが冷やされてて、キンキンに冷やされてました。暑い夏の中で飲むラムネが最高でしたね。今ではよくスーパーでも売ってるのを見かけるようになったんですけど、私が子供の頃はお祭りにしかなかったんですよ。なので、夏のお祭りに行った時しか飲めなかったから、ラムネを買ってもらった時はすごく特別な気持ちになってましたね。いい思い出です。炭酸関連で言うと、メロンソーダとかも日本の飲み物ですね。緑の炭酸のソーダですね。メロンって言ってる割にあんまりメロンの味しないの私だけですかね。子供の頃なんでメロンの味しないのにメロンソーダって呼ぶんだろうっていつも思ってました。でもメロンソーダもめちゃめちゃ美味しいです。メロンソーダはペットボトルでも売ってるんですけど、ファミレスとか喫茶店に行くとアイスクリームが乗せられたメロンソーダが出てくることもありますね。ファミレスっていうのはファミリーレストランの略ですね。日本人は略すのが好きだから、誰もファミリーレストランって呼んでるのは聞いたことないです。みんなファミレスって呼びますね。でね、アイスクリームが乗せられたメロンソーダはクリームソーダって呼ばれます。大人になってからは飲まなくなってしまったんですけど、クリームソーダも子供の頃のいい思い出ですね。はい、ということで今回は日本の飲み物について話しました。皆さんは日本の飲み物何が好きですか？私はやっぱりダントツで緑茶が好きです。皆さんの出身の国のユニークな飲み物、もしあったらコメントで教えてください。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた。